おはようございます。おはようございます。久しぶりな気がするんですけど、どんぐらいぶりか覚えてないな。春ぶりです。春ぶりだ。はい。あ、もう秋だ。早いな、もう10月間近ですもんね。はい、そうです。今は幡ヶ谷店で、自転車大集合って言って101台を目指してやってて、こんな感じで。今日は101台超えてます。今日101台超えてる。はい。あ、すごいな。じゃあもう見放題ですね。試乗車とかスタッフのバイクが。はい。なんでなかなかこんなに集まる機会もないので。なんかスタッフのバイクをメインにバイクチェックしていこうかなって思います。はい。幡ヶ谷店のスタッフはね、しょっちゅうはしちゃってるかもしれないけど、はい、多分みんな気分変わってるんで、改めてやっていきましょう。はい。今日は別に突撃って感じじゃないですね。はい。じゃあまずデイジさん。あ、俺だ。僕のバイクチェックは。これですね。噂の。はい。フェアウェザーブランドで出させてもらったドードーですね。僕がブログとかでも紹介させてもらってるんですよ。僕が企画させてもらったフレームですね。あんまり自分のことを喋りたくないからあれですけど。はい。今通勤で一番乗ってる。通勤は正直そうね、娘の送り迎えがあるから週末かな、金曜日の夜自転車お店にオムニウム自転車に置いてって、土日の通勤は自分の、好きなバイクっていうか自分の自由なバイク乗れるようにしてるから土日の通勤で使ってるかなっていう感じですかね。ちょっとありもののパーツで組んじゃったから、あんまり見応えはないんですけど、まあでもありもののパーツで組めるそうね、そういうコンセプトで組んだから、作ったから、そう特別なんか必要になりそうなとかはないかな。デジは身長改めたけど何センチで何サイズ？僕は163センチで S サイズですね。はい。こんな感じ。ですね。ちょっとちっちゃめに見えるかもしれないですね。多分 BB が結構低いんで、少し多分このスタンドオーバーとかも低いので、はい、ちっちゃく見えるかもですけど S サイズ。はい、BB が低いとどんな乗り心地になりますか？ BB が低いとすごく安定性があります。はい、よく言うここの高さですよね。はい、この高さが低いと、一般的には安定性が高まってなんですか、足つきも良くなるよっていう感じですかね。トラックバイクとかね、ロードバイクとかはちょっと高いかもしれないんですけど、これは競技とかで使うんじゃなくて街中で乗ってもらいたいように、初めてこういう自転車乗る方でも安心して乗ってもらえるような設計をさせてもらってますね。で、ファーストロットだけ一応この僕のわがままでこのパリ TBP パリブレストパリフォークっていうパセンティのクラウンを使わせてもらってますね。はい、セカンドロットとかは多分もう使わないっていうか使えなくなっちゃうんじゃないかなっていう事情があって、ちょっと最初の一つだけはわがまま言ってやらせてもらいました。ドードーっていうんで、ぜひ皆さん名前だけでも覚えてて、ドードーです。いいな。はい。でも初めの1台本当におすすめしたいよね。そうだね。なんか何個か持ってらっしゃる方にもぜひ乗ってもらいたいんだけど、本当に自転車欲しいなってせっかく思ってくれて、何買っていいか分かんないなって悩んでる方に乗ってもらいたいかな。もちろんね、何台目1台2台持ってる方でも乗ってもらえるように満足してもらえるようなバイクだと思うんだけど。これも初めてした。ラグ塗ってるの自分で？これね、自分でやったよ。すごい。これでただ車のタッチペンでただやっただけ。塗りもクソもないよ。本当にぐるぐるって細かいの。ちょっとなんか墨入れ、なんかこういうので愛着湧ったりするから、なんかね、パーツ変えるのお金かかるけど、なんかラグのね、なんか自転車持ってたらやるだけでも、って感じかな。はい。これロゴとこのヘッドチューブのデザインはうちのちゃこちゃんがやってくれたんで、すごい可愛い、僕気に入ってる
自転車がたくさん売れたら T シャツとか作りたいですね。ぜひね、試乗してもらいたいですね。なかなか、今ちょっと店頭だけでご案内させてもらってるから、なかなか乗れないなーって方とかもいらっしゃると思うんですけど、もし機会があれば、ぜひっていうそう、感じで。色も生のやつを見てほしいの。5年かかったんで。すごいよな。自分で出なしで自分で乗っちゃってんの。なかなかね、そうだよね。僕もまさか自転車屋さん自転車屋さんで働こうと思った時、そんなことも考えもしなかったし、そんなことやりたいとも思ってなかったけど、やっぱりこうやってね、やらせてもらうと、すごく感慨深いですよね。あとはたくさんの人に乗ってもらえたら、嬉しいですね。まずは見に来ていただける。そうです。見るだけでも、はい、興味持ってもらうことが一番大事だと思うんで、ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次はジャパニーズオデッセイって知ってます？皆さんイベント。海星のブログ読みましたか？そうだね。はい。違うな。3600だ。3600キロ。3600キロ。2300キロ。違うかな。本人に聞いてみよう。そうだね。海星。海星のバイクは空手モンキーかな？空手モンキーかな？海星のバイクは。いや、今一番おすすめしたいのはまた別であります。ありがとうございます。ありがとうございます。今日バイクいっぱい持ってきてるから、なんか通勤じゃないバイクを見れるっていうのがいいところなんで。そう。はい。よし。気合入ってんな。そう、さっきさ、もう言ったんだけど忘れちゃって。ジャパニーズオデッセイってなんていうイベントに行くんだよね。そうですね。どんなイベントだっけ？まあ言ったら超長距離を制限時間内に走り切るっていう。何キロですか？約2300キロ。2300でした。3000は言い過ぎました。2300。じゃあ2300って海星のブログで見たけどさ、鹿児島から北海道でしょ？まあ距離高速道路で例えるとその距離なんですけど。今年は一応鹿児島から長野県のいろんなとこ回ってね、直線で考えると高速道路つなげていくと北海道までだけど、大体北海道ぐらい。すごいよね。分かりやすいよね。鹿児島から北海道だもんね。いや半端ないですね。でそのために乗っていくバイクは僕はこのボンボラセロスっていうフレームを、クラストのボンボラセロスを、こいつと一緒に旅をしてきます。何年ぐらい乗ってんのこれ？でもそんなもん？そうです。10月ででも丸2年ぐらい。丸2年ぐらい。ちょうどね、入荷もあったもんね。そうですね。セロスじゃないけど、そうですね。スチールホークの方入ってて。セロスっていうのは何の意味ですか？これはクラスのオリジナルのカーボンフォークね。ボンボラはスチールホークとカーボンフォークが選べて、海星はセロスホークっていうカーボンフォークの仕様を乗ってるんだよね。なんでカーボンフォークにしたの？まあ速く走りたいから。なるほどね。まあこういうことしたいからだよね。よりこっちの方が速く走れるかなっていう感じよね。重量的にはまあ、鉄フォークと 800g ぐらい違う。大きいね、800g。まあでも全然鉄フォークも乗らせてもらったことありますけど、正直あっちも結構スピーディーに走れるんじゃないかなとは思います。なんかそのさ、まあ俺海星とかとたまに走り行くけどさ、まあこのボンボラでビューンってさ、俺とか置いてかれちゃうんだけどさ、走ってくけど、まあいつもこれでよく走ってるなと思うんだけど、今回のそのジャパニーズオデッセイに向けてなんかしたことあんの？カスタムだったりとか、まあさっきから気になってるんだけどバッグとかさ。そうですね。まずはバッグを構成チームの方に相談して。マックスさんとかジャグさんに相談して。職権乱用したね。そうです。ちょっとすごい相談させていただいて、特別にちょっと作っていただきましたね。なるほどね。これは何の生地ですか？これダニーマですね。ダニーマを軽さに振ったバッグにしてもらったっていう。軽くて丈夫でっていう。フルパッキングだけどやっぱこんぐらい必要だ。何日間だって？一応 13.5 日間。13.5 日が制限時間で、その間にいろんなチェックポイント指定されたチェックポイント回って2300キロ。じゃあジ
じゃあ寝るのも、はい、ご飯食べるのも全部自分でやらなきゃいけないんだよね。そうです。ってなったらやっぱこんだけ荷物入れなきゃっていう感じ。まあそれでも多分少ない方なんですけど。そうなんだ。全然ホテルとかも泊まってもいいっていうルールなので、まあ最低限の荷物だけ持っていこうか。なるほどね。で、あとはすっごい細かいんですけど。すごい細かいんですけど。もうずっとこのダイナミコのタイヤ、僕 42C で履いてたんですけど、今回このロングライド行くにあたって、ちょっともうちょっと軽やかにしたいなって思って、じゃあ39をカバの39、選択してます。ちょっとマニアックなんだけど、39って両方あるんだっけ？ JFF とロブスター。あります。両方だ。そう、ある。これがちょっとマニアックでは JFF だね。そうです。僕は JFF。本当はロブストにしたかったんですけど、普通に間違えちゃって、在庫あるんですけど、普通に間違っちゃって、いつの間にか JFF をつけちゃって、間違えちゃいましたね。でも結果ちょっと重量軽くなったんです。そうです。しかもjust for fun、ただ楽しむって意味があるんで、僕はそのわかりました。いいですね。じゃあちょっと走ったその補足してから。走ってます。やっぱ全然違う。めっちゃ全然違います。なんか本当にそう数ミリなんですけど。カバの42から39にした。そうです。そうね。だからそう数字で言うと3ミリだけどやっぱ全然違うよね。全然違いますね。すごい気持ちよくスーッといく感じ。あとはマッシュのオールロードから。乗せ替えてコンポーネント類を電動でフロントシングルでもともと組んでたんですけど、すごいやっぱりアップダウン激しいんでフロントダブル欲しいなっていうので一応これをなるほどな。確かにそっか。ボンボラってさシングル仕様だけど電動で無線のライバルとかね使うと意外といけちゃうんだね。そうなんですよ。ちょっとね普通の機械式のシフトだと工夫しないとつかないけど、確かにね。そう、これでちょっと絶対自分で思いつかなかっただろう。いや、もうでもその頭はずっとあって誰かに言われただろう。まあ一応でもみんなから大地さんとかにやった方がいいんじゃないですか。めっちゃいいじゃん。アドバイスします。メニアックだね。メニアック、確かにやりましたね。そっかそっか。これは確かに俺も気づかなかった。これがまた調子いいんですよ。調子いいんですよ。はい。ちょっとこれで頑張りたいと。充電し忘れんだよお前。途中で充電頑張ります。でもこれで充電できるでしょ。いやできない。そうなんですよ。これでできるんで。そうだよね。これっていうのは何ですか？これサインウェーブですね。もうすごいです。今回の旅でどれぐらいすごいこいつのすごさを証明します。楽しみにしたいですね。でこれリアライトもですよ。リアライトもつけてます。リアライトもサインウェーブ製ね。そうです。ね。ちなみによく聞かれるんだけどさ、その時ハブはやっぱり損がいいですね。やっぱ抵抗感がやっぱり極端に少ないのかなと思います。いつからなんだっけ？10月3日です。からゴールは16日ぐらい、10月16日ぐらい予定なんで、しばらくその間海星がお店いないんですけど、そうです。この今も頑張ってると思ってみんなお仕事してる時、今海星君はどこ走ってんだろうとか考えながらその 13.5 日を過ごしてもらえたら、楽しいんじゃないかなと思いますね。ぜひ沿道で声援を。確かにね。よろしくお願いします。あれだよね。なんか参加者は GPS でそうです。現在地がねシェアされるそうで、みんな見れるよ。出てない人も見れるんだそうで、それどうやって見るの？一応公式のURL があって、それまだ出てないんですけど、一応始まったらジャパニーズオデッセイのホームページがあって、今日海星君はどこにいるのかなっていうのを楽しみにしてもらえたら。少しずつ進んでいくんで。少しずつ進んでいくんで。じゃあ気をつけて行ってきて。事故なく頑張ります。頑張って。無理せず。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね。今海星がボンボラ紹介してくれたから、クラフトつながりで。ミンミンは大丈夫？じゃミンミン君を呼びました。バースデーボーイ。バースデーボーイ。今日誕生日なんだ。おめでとうございます。松本さんもです。松本さんも代々木公園店の松本さんもです。
じゃあ今日は何日？9月の？お母さんもう大丈夫。お母さん見てるから。マジで見てるんで。いつもありがとうございます。すぐ帰ります。愛してるよって。愛してるよって。よし。じゃあ、ミミはどうする？クラストいっぱい持ってるけど、なんか今だから紹介したいみたいな。とか最近よく乗ってるなとか。エバージョンじゃない？エバージョンだそうです。2台ぐらいですね。いいよ。いいよいいよ。誕生日だから。ありがとうございます。じゃあこれか。悩むね。よいしょ。来ました。今クラスト何台持ってるの？確かに。4台持ってる。4台。おお、すごいね。お母さん4台持ってます。そう。そうですよ。1台1台の金額もね、ぜひ。マジで心配される。別に僕らが買わしてるわけじゃないんで、本人がもう好きで買ってるんで、止めてますよ。一応止めてます。これはエバージョン、クラスのエバージョンです。なんか結構長いよね。まあ途中リペイントしたりしたけどさ。そうですね。何年ぐらい？3年もうそんな経つんだ。はい。主にさ、じゃあクラスト4台持ってて、じゃあエバージョン乗るときはどんなシチュエーションが多いの？エバージョンはそうですね。まあ今の感じなんで、ちょっと長い距離をオフロード走るときとかに乗ることが多いバイクに今はなってる。なるほどなるほど。はい。俺さもうさ身長ちっちゃいからさ、大きい人のさクラストとかのフレームサイズさなかなかあれなんだけど、ミミンって身長が？これ180。180で、これは？これは L サイズ。L サイズ。L、XM、M だっけ？そうです。そうね。で L サイズ。僕は XM も L も乗れると思うんですけど、個人的にはこっちの方が全然良かったかなと思ってて、クラストは結構大きいサイズ、本国の人は特に乗ってるイメージがあるんで、マットさんとかすごい大きいサイズ乗ってるような気がするんで。まあなんかあれよね、そのエバージョンとかってさ、俺なんかいい言葉だなって、なんか悪魔的ランドナーみたいな感じでしょ。で僕俺もランドナー好きだからさ、多分乗れちゃうんだったら大きいサイズ乗って、多分短めのステムとか、サードル、シートポストもそこまで出さないでみたいなのもね、ちょっとかっこいいのね。きっと多分マットさんね、フレンチスタイルみたいなのも好きだから。マジでちょっと後で見せたいんですけど、エバージョンがステムが突き出し25ミリとか、なるほどね。そう作ってるようなブランドなんで、エバージョンもね入荷があったんだよね。このタイミング的にはあったで。これはラモちゃんが書いたやつを送ってくれました。かわいい。仲いいじゃん。ちゃんと来てるもんね今日。確かにピーススポーツ。これも写しといてもらっていいですか？なんかこれは河野さんにリペイントしてもらって、特別カラーって感じなんだけど、なんかあります？その最近これこうしてあんまねえか、最近買いましたよ。いやもう他にいっぱい増車しちゃったんであれなんですけど、なんかでもやりたいの今あって、そのもっと後ろにこうステム短くして、ポジションを後ろにして、あとはちょっとフロントトリプルにしたくて。そのどうにかやってみようかなと思って今パーツを集めて。なんかウエンツなんかやってたよね昔は。フロントダブルとかしてたと思うんですけど、フロントトリプルでドロップハンドルで、もしかしたらフェンダーとかもつけてるかな。いいね。あれミンミンもじゃん。そうっすね。僕もさっき海鮮も。もうじゃあ言うこと多分ないですけど。いや同じだと思います。スタッフちゃんそうね。そうスタッフの使用率が高いっていうの。最近使う人増えてきたよね。そうっすね。でバージョンが僕は一番どこでも乗れる自転車なんで、なんか1台とりあえずつけたいのはエバージョンだっていう感じ。まあ本当は全部欲しいですけど。全部につけたいぐらい調子いい。全部につけて本当に明るいです、ね。普通に僕が持ってる充電式のライトより明るい。それがすごい確かにね。いいね。明るいに越したことないよなって最近思う。明るいに越したことないよ。だってマジでね明るいに越したことないよ。昔はさなんかライトちっちゃくてさみたいなのあったけど、なんかでかいライトの方がなんならかっこよく見えるし、僕はかもしれないですけど、お客さんも結構なんか共感してくれてる人もいいのかな。そうね。確かにな。最近思うわ。
暗いとこ走るとね。この辺じわーっと明るいんじゃなくてもまっすぐパカって明るいんで怖いもんね。多分さ俺まあ世間話になっちゃうけどさ今道路怖いもんね。いろんな乗り物の走ってそう昔は車か自転車かって感じだったけど今いっぱいいろんな乗り物あるから。そうです。なるほどね。はい。もう一個はもう一台。もう一台。誕生日なんでもう一台。欲しがるね。どうしよう。あれ今日あれ夜はディナー行くの？彼女と？彼女いない。新しい？彼女いない。でこれがエバージョントレイル14。なるほど。さっきの同じエバージョンって名前でついてるけど、はい。バイクチェックするの初めてかこれ。初めてです。 YouTube だとね。はい。エバージョンのよりトレイルに特化したバージョンっていうか、エバージョンのノンドロップバー設計。なるほど。ちょっと難しいですけど、そうね。まあトップが長い。トップが長くて、まあ結構一緒なんですけど、あとは BB ハイトってこのクランクがつくとこが高めにあるんで、まあマウンテンバイクとかで乗るようなとこ乗ってもペダルがヒットしなかったり、安心でっていう。じゃあ逆に主にこれはどういうところに乗っていくの？これはもう本当僕が持ってる中で一番マウンテンバイクに近いやつなんで、谷さんの月齢 MTB とかもパークもこれで行くし、天然のトレイルもこれで行くし、なるほどね。まあ普段も毎日乗ってるんですけど。タイヤ太いじゃん。タイヤ太いっすね。これは26プラス。26プラス出ました。谷さんと金子さんとウェンツが動画撮ってた。2.8 で、このタイヤが本当にめっちゃいい。すごいね。ですよね。見てくださいこれ。見てくださいこれ。でもこんな感じでもすごい速いし。この前トゥルースリーパーでさトゥルースリーパーのあれ見ちゃったけどさそうサドルに入れたらいいんじゃないかと思ったいやマジでしなやかなタイヤで柔らかくて、このタイヤを履きたいがために自転車1台組んでくれてもいいなって思うようなタイヤだと思います。まあ要はなんかオフロードとか行った時にね、これがいなしてくれるサスペンションフォークじゃないけどこれがいなしてくれるよっていうのが大きいのかなって、エアボリュームがすごいいっぱいあるのでふかふかしてますよっていう感じですね。そうですね。で潰れるとその地面との抵抗も増えてグリップもしてくれるよっていう感じですよね。これも L。いやこれは M です。難しいですね。そうですね。プラスとはトップが長いからね。はい。ただ L だとも乗れる人は多分190ぐらいの人かな。あ、そうなんだ。これも XM ある。いやこれは3サイズ設計。SML だ。はい。ちょっとクラスと表記が難しいですけど、これも結構大きい人向けかなと。この2台が。この2台で、まあちょっとあれをちらっと映しといてくれたら嬉しいかなって感じです。じゃあ映そうよ。いいですか？公開するときには。そんなエバージョンを2種持ってるミンミンくんが最近入荷した最近入荷したエバージョンを店頭展示車で組みましたっていうやつですね。はい。めちゃくちゃ気に入ってます。エバージョンです。気に入ってます。ミンミンくん監修で店頭展示車に組んだやつで、どの辺が気に入ってるんですか？これちょっとこれはちなみにサイズいくつ？これ XM です。ミンミンが乗ってるやつの1個下。なんでサイズ的には大きいって思われがちなんですけど、またがれれば結構身長低めな人が乗ってほしい、低めっていうか170なくても全然乗ってほしいなっていう感じで組んでて。でどの辺が？このステムが面白い。確かに。突き出しいくつ？25か20。25か20。すごいね。もうハンドルがめり込んでるみたいな。確かに。なかなかまあハンドリングがクイックになるんですけど、なんていうんですかね。フロント上げやすいし、トレイルの下りとかは多分マジで最速で下れるんじゃないかなっていう。なるほど。遊べる自転車っていう。なるほどね。はい。でこれも26プラスで。じゃあまあなんかイメージ的にはドロップミンミンが普段乗ってるドロップハンドルついてる方のエバージョンとなんか似てる感じで組んだってことだよね。どこでも乗っていけるように。そうです。なんか中間ぐらいの感じで狙って。だからタイヤは26プラスっていう感じですね。でもスピード出すって感じじゃないんですけど。まあそうよね。別にスピードが必要なことあんまないと思う。山走り行く時とかも。なんか足並みみんな結局揃うからゆっくり喋りながらでも、
いいね。はい、下るときはバキって一番早く下ってほしいなっていう感じ。ちなみにこの色は何の色なんですか？これはハチ公バスの小川、春の小川線。春の小川線？ハチ公バスって何個か僕もこの前したんですけど、ハチ公バスって何個かあって、それによってカラーが違うんですけど、代々木公園店の前を通るハチ公バスの名前、路線の名前が春の小川線っていう名前で、そうなんだ。それのカラー。なるほどね。渋谷区をね走る民間のバスなのかな、一応ハチ公バスっていう。はい。そうです。ぜひ東京観光、ご遠方の方はね、東京観光しに来たら、もし渋谷のバスも一緒に見つけてもらったら、あの色だなんつってなると思うんですよ。ちょっとこれは本当ぜひいろんな人に乗ってほしいなと思ってくるので、ぜひいろんな人に乗ってほしいそうです。はい。はい。幡ヶ谷店にぜひ来てください。かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。お母さんかっこよくバイク組めますね。お母さんはいいっすね。デジ、ちょっとちなみに小休止で、こんなバイク並んでるじゃん。はい。この今外に並んでるバイクで、自分のバイク以外で、もう明日から1年間この1台しか乗っちゃいけませんってなったらどれ？1年間？1年間。もう通勤ももう休みも含めてこれだけです。自分以外でしょ？はい。そういう電波少年的な挑戦してくださいっていう。一回見させて。そう。一回見させて。やっぱ自分のバイクになっちゃうかな。自分のバイク抜きよ。抜きで。そう、抜き。けど、あれかもな。なんか、本当に自分のバイク抜きやね。抜き。なんかこんなこと言うと、なんかこれ選ぶとやらせだなと思われちゃうから、あれ、なんかあんま言いたくないんだけど、サイズ合ってるのを前提にしたらやっぱエバージョンかな。カヌエバージョン。エバージョン。そうだから、なんかさっきのね、ミンミンが組んでたオレンジ色のエバージョンみたいな感じかな。あれはサイズ大きいから、あれだけど、もしここになるお客さんとして来て、ここにあるバイク見て、今みたいな質問されて選ばなきゃいけないって言われたらエバージョンかな。なるほど。さっきミンミンも言ってたけど、やっぱなんかちょっとね、最近行かなくなったけどさ、オフロードとかも行けるし、で僕ランドナーのスタイル好きだからこういうドロップハンドル、僕乗るとしたらもうちょっと幅狭いドロップハンドル使うかもだけど、もできるし、そしたら通勤でも使えるから、なるほど。どうしてもね、前になんかバッグとかつければ通勤も行けるでしょ。で、外せばオフロードも行けるじゃん。で、ハンドル変えたらね、いろんな使い方できるから、そうだね。もし本当にマジ1台しか持っちゃダメこの中でって言われたらエバージョンかな。なんだろうね。遊びもできるエブリデイバイク。そうだね。まさにその通りかもしれないね。ありがとうございます。いや、ちょっとやらせっぽくなっちゃう。いやめちゃくちゃ聞きたかったのよ。これを今日こんだけあるから。中谷さんはじゃあ逆に後で中谷さんのバイクチェックもするけど。ちょっとじゃあ次の人はどれなのか考えといて。滝野くんじゃない。ていうか意外にここ 1,2 ヶ月でみんな自転車組んでるよね。自転車組んでるよ。組みすぎ。これも履いてるっす。大地くんはなんかいい T シャツ着てますね。これ栄当時もんだよな。栄改正 T シャツ。そう。改正の誕生日にね、レイさんが勝手に作るシリーズの。改正って栄改正ってすごいですよね。自転車みたいな、自転車屋の金の名前みたいな。で、最近の大地くんの組み立てほやほや。組み立てほやほやバイクだ。もう本当出来たてですね。クラスト多いな。そう、僕の初クラスト。あんまりパッと見何のモデルかわからないと思うんですよ。確かに何のモデルですか。なんだろうこれはっていう。これEPO 言うんですかね。ラーティン製ドリーマーとか作ってるビルダーのラーティンさんがちょっとオールロードのジオメトリーで作ったフレーム。結構新しいモデルにはなるんですけど、まだ紹介ができなくて間もなくブログがアップする。初 YouTube お披露目だ。そうですね。クラストの数あるラインナップの中でたまにやるハンドメイド製っていう、全部そうね。
アメリカンハンドメイド製っていう感じだね。そうですね。で作ってるのがラーキンっていうフレームビルダーさんが、メイドとかでも出店してるビルダーさんが作ってるそうですですね。これオールロード。あ、いいね。俺大好き。こういうのシール、ロゴデカールなの、デカール上からベンのやつ大好き。ラーキン製やのにラーキンの文字が入ってないというか、主張してない感じ。あくまでもなんかクラストのバイクですよという。さっきのね、ミンミンのエバージョンと打って変わってもう全部細いね。パイプも細いしさ、ダウンチューブも結構。で、エンビーのフォークがね入ってるっていう。なんで決め手は？決め手は、メレも乗ってるじゃないですか。メレも乗ってる。で、あれフルカーボンでっていうのがあって、最近はもう休みの日メレ乗って、通勤はマッシュ、オールロード乗ってっていうのを繰り返してるんですけど、オールロードも、ラックあって荷物乗せれて便利なんですけど、もうちょっとなんかスピーディーな感じっていうか、走りたいなと思って。結局さ、間が欲しくなっちゃうんだよな。そうなんですよ。ほんまに多分ちょうどいい間になってくれてると思うし。自転車何台も持ってるからいいじゃないですかって言われても、間欲しくなるんだよな。間欲しい。そうなんだよな。それちょうどぴったりフィットする。普段使いできるロードバイクっていうイメージですかね。もう通勤は多分こればっかりになるんじゃないかなっていう。確かに。あと初めての革サドル。ね、そうだよね。大事。そう、サドル結構悩んで、ただミンミンにも相談したら革サドルいいんじゃないですかって言って、なんかもう本当こういう機械じゃないと多分使わないなと思って一回使ってみて、ジェルベルソーのガリビエってモデルですかね。一応ロード系のモデルで、レールはチタン。そうですね。チタンにシートポストもチタンなの。そうですね。チタンにすると60、70グラムぐらいちょっとステンのものよりも軽くなると思うんで、サドルとバーテープか、バーテープの革で、これ革で、そうなんですよ。あ、いいじゃん。付属のなんていうんですか、ケアするクリーム塗った？塗りました。あ、本当。そう、なんかやっぱちょっと一回大事に本気で育ててみよう。で、デジさんもこれ使ってたじゃないですか。昔使ってたよ。肌触りっていうかなんか質感がめっちゃ良くて。レザーテープの中だったら僕一番好きかもしれないな。結構薄手なんですよね。だからつなぎ目ないんだな。つなぎ目、そうそう。わかりにくいからっていうので。かっこいいわ。悔しいけど。結構いい感じにまとまったと。で、これタイヤのクリアランス38まで。で、今 28C 履いてるんですけど、僕ほんとこれもう3日前とかに組んで通勤でしか乗ってないんで何ともないんですけど、カバのダイナミコのカバのロブスト、サイドも真っ黒なやつの 33C が最近履いてきたんで、あっちにしてチューブレスにしてあげたら多分めちゃくちゃ乗り心地よくて、もっと良くなる。そうですね。思ったよりこのフレームがなんか硬い、シャキッとしてる。なんかさ、いいよね。そのさ、クラストってさ、はい、ダボ穴いっぱいついてて、いろんなとこできますなんだけど、これさ、マジでないの。ないですよね。そう。なんもない。ここだけ。めっちゃ綺麗。そう。しかも、ここも、あれだ、4分の1だろ、多分。そう、ロードフォークでね。そうですね。普通の2分の1よりもちょっと小さくなってるんですよね。なんかいいよね。俺やっぱ自分は所有してないでさ、こういう潔いロードバイクってかっこいいっていうかさ、なんかアメリカのブランドなんだけど、いわゆるなんか少しイタリアのロードレースっていうかさ、ロードレーサーっぽい感じがかっこいいな。パイプもイタリア製のパイプ使ってるみたいで。あら。だからなんかサドルバーテープ、もうフランス製ヨーロッパの風をちょっと感じたいっていう。で確かにかっこいい。で派手なペイントじゃないっていうのもいいよね。そうですね。でデカールもさ、ステッカーでペンみたいな、それがなんかアメリカっぽくて、ただちょっと自転車の雰囲気はヨーロッパっぽいっていうのがすごい僕好みでもあるかなっていう感じかな。かっこいいな。サイズもいいし、シルエットが綺麗で。行こうよ、榎本牧場。榎本牧場。最近2週に1遍ぐらい走りに行ってる。2週に1遍ぐらい走れて、そう。これサイズは
サイズ、一応 M サイズっていう表記で、でシートポストトップチューブ560です。僕身長179なんで、結構ちょうどいい。M で、M って感覚で560、そうだね、結構。けどハンドメイド製っていうとあれでしょ？はい。そんなに入ってきてないんですよね、在庫。そう、もう各サイズ1本ずつ。なんかあれだね、なんかビルダーさんとかにこの4分の1のスチールフォーク作って4分の1のスチールフォーク作ってもらってスチールフォーク入れて組みたいななんて思っちゃったりすると病気ですね。私これエンビーのオールロードフォークなんですけど、若干見えにくいと思うんですけど、なんかここ、後付けでパーツつけられるようになってて、ここと何のパーツつけんの？これなんかフロントだけフェンダーつけられるんですよ。ああ、なるほど。オプションだ。そうですね。それもちょっと興味深い。だからより普段使いでも乗れるバイクになってる。かっけえな、やっぱこのそうなんですよ。この細い感じ、すごいね。なんかやっぱ綺麗ですよね。綺麗、かっこいい、マジで。フレーム単体で見て、これめっちゃいいわ、本当に。たくさん乗ってください。はい。はい。これからマジこれからとりあえずさすと次の休みの日に軽く都民はちょっとしんどいです。これでも結構走るっていうか、メレーとかよりも硬い印象。なんかほんまによく進む。でオールロードもドロップの状態で乗ってたんですけど、やっぱ明らかに進み具合が違う。多分フレームの本当重量とかもあると思うんですけど、もっさり感が一切ない。だからいい鉄のハンドメイドのフレームってこういうことなんかちょっとなるほどね、分かりましたね。川さんお忙しいとこいいですか？大鳥馬娘してました。なんか川さん仕事中に馬娘してました。アメリカ帰りですね。何？バイクチェック。バイクチェック。バイクチェックワンツー。ワンツー。あれ？川さんそんなの組んでたんですか？わざとらしい。あれローあったじゃない、ローバイシクル。はい。あれから乗せ替えた。なるほど。これは何ですか？これブラックマウンテンサイクルズロードですね。お、来ましたね。いいよね。金子さん身長いくつでサイズいくつですか？俺168で53。53。でなんか一周と話してたんだけど、50じゃね、51か、50じゃねって言われたんだけど、なんかしっくりこなかったから53でした。でも金子さんって足長いんだよね。多分そう。あと手が長いんだよね。なんか足長い。そう、身長でいっちゃうと。確かに。そうなのよ。乗せ替えとはゆえ何かありますか？いや、マジで全部乗せ替えた。確かに全部見慣れたパーツだわ。ブレーキだけね。見慣れたパーツ。そうですね、ミドルキャリパーなんで。そう、昔のケンクリックだね。サビサビだけど。長いやつを使って。そう。で、どうです？じゃあやっぱそのパーツほぼ一緒で乗せ替えたじゃないですか。なんかどう違うとかあります？これがね、変わらんのよ。変わらない。あんまり。アルミからスチールに変えたのに。なんか全然ね、なんかスピード感とかは気持ちいいんだよね。で、あれか、ローの方がアルミだしさ、なんか漕ぎ出し軽い感じはもちろんあったんだけど、多分ホイールじゃねえかな。なんかパキパキで組んだホイールだったから、チューンのさ、ハブの。だから結構ホイールが良かったのかなっていう気もするし、でもやっぱフレームもね、いい。なんかなんだペーサー昔ちょっと乗った時があったんだけど、なんかそれとかに思い出してみても、なんかもう少しキリッとしてるなっていう感じがあって。そう。反応のいいスチールバイクですね。そう。で、あとね、話していい？いいです。フォークのコラムの中が薄い感じがしたの、俺。コラムチューブが。コラムのね。そう。で、もうこれ絶対違うパイプ使ってるわと思って、ブラックマウンテン出張で行かしてもらったじゃない。そう。で、もう俺ドヤ顔でさ、チュービング違うよねって言ったら、一緒だよって言われた。モンスタークロス。モンスタークロス。そう。ただ、なんか、やっぱそのモンスタークロスに比べると、チェーンステー細かったりとか、あとフォークも、細いし、だと思う。そうで、こういうエンドとかも金具違うから、やっぱ総じてちょっと軽くなってるのかなっていう。確かに。なんか、
ね、そっか、本場に行ってきたんですもんね、金子さんは。楽しかった。なんかね、本当にこういうバイクが生まれるんだなっていう場所だった。すげえ可愛い町なんだけど。そうそう、田舎町で。そう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 。これだって持ってったんですもんね。持ってった。あとこれサインでマイクさん。あ、マイクさんのサインなんだ。なんだけどめっちゃ消えちゃった。めっちゃ。漕いでたらめっちゃ消えちゃった、これ。確かに、また擦れるところ。そう、また擦れるところ。この辺の方が良かったかもしれない。そう。どこにサイン入れるって言うだから、ここって言ったら、みたいなことされたけど。そっか、どんな人でした？自転車の話の前にどんな人でした？マイクさん。マイクさん、俺たちが知りたいなっていう歴史がものすごい多分詰まってるし、いろんな経験を僕らがしたいようないろんな経験を多分してきた人かなって。でやっぱさ、その経験をもとにさ、もう自信持ってこういうフレーム作りたいんだよっつって、俺はもうフレームデザインでお金にしていくっていうか、まあ自分を生活していこうみたいなのを自分の未来こうなりたいなって思っちゃった。なんか目指すべき人みたいな。そう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 、こうなりたいなみたいな。まあまあいろんなね、いろんな人をそうやって思っちゃうけど、東京都じゃないところとかで自転車屋さんやって、でもなんか自信を持ってさ、自分がこう出せるものっていうのをちゃんと作ってさ、なんかね、生活していくってかっこいいなって普通に思っちゃった。っていうね、まあどうでもいい話です。いやどうでもよくやったね。そうそんな感じよ。通勤も最近これですもんね。通勤これ。なんかそうなんかね、俺シングルで全然いいんだけどさ、なんかまあせっかく組んだし乗ってみようと思って乗ってたら、やっぱ全然早いしね。そうそう、まあなんだろうね、早いかだし、まあなんか遠くに行きたくなる。なんかすごいいいこと言いますね。そう、次麦草峠って長野かにあるんだけど、ちょっと行ってこようかな。いいっすよね、こういうロードバイクでフラッペつけて通勤で使う感じ、僕すごい好き。そう、本当はねあれなんでね、やっぱ乗せ替えしちゃったからさ、なんか結構イケイケなパーツついちゃってるんだけど、結構昔のイケイケなパーツついちゃってるけどなんかね、今はなんかデュラエースとか使っていたい、なんか古いデュラエースとか買って全部付け直してやりたいんだよね。いいっすね。タイヤ何 C これ？35、6か。入ったんすね。そう、入った。足が結構余裕だ。結構余裕の。結構余裕。後ろ全然入る。後ろも、後ろの方があれか。割とつらつらかな。一応メーカー表記35かな？そう。32？35？35か。めっちゃ乗り心地よさそう。これめっちゃいいよ。すんげえ気持ちよかった。いいっすね。確かに。何時？遠く行きましょうよ、じゃあ。行ってきます。こんな感じだな。なんでマウンテンバイクも乗るし、ロードバイクも楽しんでる金子さんでしたね。そうですね。あと今すごいんで、アメリカ帰りだからもうこれが出したい。これがすごいんで。あと今組み立て途中のバイクチェック史上初です。組み立て途中。組み立て途中の。リベンデルも行ってきたんですもんね。リベンデルも行ってきた。あら。グランツさんからもらった。ズッチ。ズッチよね。そう、グランツさんからもらった。ズッチ。磁石も込みでもらった。サインもらったんですか？サインもらってない。フレーム持ってってないです。フレームもそう。そう、なんか行く前に買ってたんだけど、これはフレームスミス買ったんですか？フレームスミス買った。そう。傷ありであったから。なんでフレームスミスにしたんですか？まあでも、まあなんかずっと欲しかったから。そうなんですか？クレーム。ステップ3欲しかったんだよ。で、プラティパスも欲しいけど、クレームかなと思って。なるほどね。俺はクレームか。45。なんか50、行った時52を、ライドさせてもらったんだけどさ、52貸してもらったの。金子はこれだってやって。なんだけど、なんかちょっとでかくて。そう。で、シャミが45だったから、よこせよお前っつって、シャミとスワップして乗ったら、やっぱね45が良くて、もうゴミ箱に捨ててあったような古いパーツで、大体、あとは中古のものとかだいぶいいゴミ箱。組み上げていこうかなっていう感じ。そうって感じだね。あとちょっとタイヤは今悩んでる。どういうこと？なんかちょっとやりすぎだから。これはどこ行くようで組んだんです？組む予定なんですか？これリベンデルライドに行くようで組む予定。そうそうなんだよね。いやでもなんか乗ってみたいなって思ってたからさ、ちょっとおじさんになって
川さん昔フランク・ジョーンズは乗ってたっすけど。乗ってた。もう全然良さが分かんなかった。そうけどなんかね、取り扱いさ、ちゃんとやっぱやっててさ、接客もすんじゃん。で、なんか話やっぱしてたら興味も湧くし欲しくもなるし、そうそう。ましてやね、現地行ってね、だってすごいとこ走ってきたんでしょ。すごいとこだった。すごいとこだった。こういうバイクが生まれるであろう土地をこういうバイクで走ってたんですね。そう。それはね、欲しくなっちゃう。グラントさんも乗ってたしな、同じの。そう。確かに。そりゃそうだな。そうなんですよ。エンジンかかってるっすね、だいぶ。エンジンかかってる。エンジンかかってるかも。アメリカのね、話聞きたい方はぜひ金子さんに。そうだね。今はぜひ聞いてもらって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じ。ありがとうございます。はいよ。中谷さんだ。俺取る。組んだんすか？持ってなかったっしたっけ？持ってないです。持ってないんだ。ロディーニ。なんで今ここに来てロディーニだったんですか？なんでだ、ドロップハンドルに、なんか幡ヶ谷メカって速い人多いから、みんなドロップハンドル乗ってて、ドロップハンドル乗りたいなと思ったのと、まあラグだけどラグのロディーニがちょうど入荷したんで。中谷さんサイズこれいくつ？これ54。54です。はい。身長181で足短めでこれです。54。あとはまあシャインウェーブつけたかったってまた。そう。出た。やっぱりシャインウェーブです。でも本当それぐらい。あとまあフェンダーつくのと、あと磨いにあるか。あとはなんかそのダイナミコのパトリックが来た時に、まあ次のロードバイクは 40C のロードバイクなんだっていうのすごいなんか夜お酒飲みながら話してくれて、そうなんかグラベルでもないしシクロクロスでもなくて、俺はやっぱり 40C のロードバイクなんだよっていう話を、まあ今マロッケンもちょっと入荷したけど、みんな確かにそうでね。だってさっき金子さんもほぼ 36C の大破化して、まあ海星ロードバイクじゃないけど海星のねジャパニーズオデッセイ用のやつは 39C で、でこれも同じやつだよね。そうです。だいぶこれはちゃんと間違えずに JFF にした。これは間違えずに JFF。間違えずに。さすが。これが車歴の違いですね。まあ横硬い必要ない街乗りで。そうだね。でチューブ入れるんだったらね、チューブレスとかだったらまた考えた方がいいかもだけど。俺好きなんだよね、パーセンティのクラシコ。ポルタクラシコ大好き。そう、リムもちょっとベロシティばっかりだったから、そうだね、初めて。これ大好き。これ 650B で作ってくれたらいいのにって思ってるぐらい。で一応後ろはアシンメトリーを採用して、テンションが左右できるように。そういえばさ、39でフェンダーついたんだね。39でフェンダーギリ。で、なんかフロントも潰れてないね。すごいね。で実寸したけど後ろも潰れてない。この組み合わせだと、タイヤ37とか36ぐらいかもしれない。タイヤの実寸が。そうだね。多分表記よりちょっと最初細いかも。でなんか伸びて大きくなっていく時にっていう感じだった気がするな。いやかっこいい。はい。まだ本当組み立てほやほやで。これですよね。多分理想というか僕が思うロードバイクかっこいいの。ロードバイクって聞くとどうしても速く走んなきゃとか人と競わなきゃみたいなイメージが強い方いるかもしれないですけど、まあ単純にね自転車で長い距離そういう自転車で長い距離走るっていうだけでも面白かったりするから。リムとハブとライトぐらいかな。あとはわりかし持ってたパーツとかでちょっとサドルとかさすがに変えようと思ってるけどカジュアルなロードバイクって絶対いいと思うな。特に分かんないですけどあれですよね、我々お父さんとかはね一人で過ごす休みの日も少ないと思うから、そんな時のフレッシュでね、確かにこういうロードバイクあると2、30キロ走るだけでもね運動したってなるから、お父さんにこそ僕はカジュアルなロードバイクを勧めたいかもしれないですよ。ジムも行かないからなかなかね入会しても、自転車だったら玄関出ればスタートなんで。なんかわかんないけどあれだね、最近ちょこちょこ聞くやっぱ池おじを目指したい
やっぱいい大人になったって、まだね大先輩いるけど、いい大人になったらやっぱちょっとチャリも身だしなみちょっとこう、そうそう、確かに確かに。チャリ屋の池オジにちょっと目指して、確かに確かにいいっすね。そんなところですか。でもさっきからずっとあの質問考えてたんだけど、あ、そうか、最後の1台、もう今ここに、じゃあこれはなしで、これはなしで、自分がもうこれから1年乗んなきゃいけないよ。でこれマジで考えたら、ズルだけど2台。いや、いいよ、いいよ。多分俺モンスタークロスかドドだな。モンスタークロスここにあるんですよね。その2台。お、ありがたい。嬉しいですね。マジで多分僕の中でカゴからくっつかなくちゃいけないっていうのは大前提でマストなんで、それプラスまあ通勤メインでちょっとオフロードも遊びに行ければで、そうだよね。まあ 650B のこっちだと48は入るし、下手したら 2.0 ぐらい入るでしょ多分。かもしれない。かもしれない。そうだね。でこっちは 50C まで入るから。確かに。まあ結局どっちかかな。確かにやっぱりそのオンもオフもっていうのはね、どうしても必要になるよね。そう。確かにね。OK です。はい。ありがとうございます。いえ、すみません。サブちゃんの1台聞いてみよう。それとしまい。たまには。サブちゃんの1台か、サブちゃんのバイクチェックないの？サブちゃん今日自転車乗ってきてない？今日はプラッティとアルマリス。あ、なるほどね。じゃあそれ以外海外出張何回目だったよ。海外出張はもう数えられる。そうでしょ。の今一番のサブちゃんの帰ってきての、この明日から1台これしかもう1年間乗れませんっていう、自分のバイク以外リアルに。自分のバイク以外ですか？そうです。もちろん。だったらチャーリーかもしれない。チャーリーギャロップ。チャーリーギャロップ。その理由は？まあプラティパスを防がれたっていうのがあるんですけど、自分のね。やっぱね、このトップチューブ下がってるのって楽ちんなんですよね。それ一回使っちゃうと普段使いとか一番ずっと長い時間乗ってるって考えた時の、確かにもう本当にどんどん体が楽なものを求めてるから気楽に乗るでいいよねがこのぐらいが多分使いやすいなって思っちゃいますね。めっちゃいいからね。めっちゃいい。本当に。そうですね。全部乗ってほしいけど、全部乗ってほしいけど、乗ってほしい。なんか僕も自転車といえばこの水平パイプみたいなのって最初絶対かっこいいって思うし、今でもかっこいいって思うんですけど、この下がっていくことの楽ちんさを覚えたらですね、確かにちょっとやめれないっていうか、おすすめしたいですね。そんなサブちゃんこそ今ロードバイクじゃん。でも今日ダンカンさんいないですけど、僕マロッキオディスク乗りたいんですよね。ちょっと入荷が少ないしダンカンさんも乗るから、僕はちょっと控えておこうかなって思ってるんですけど、乗りたいです。あれやっぱり僕パトリック大好きすぎるんで、パトリックの結局ね、シグネチャーとは言ってないですけど、パトリックのエッセンスが必ず入ってると言われている。さっきね、千谷さん言ってたさ、そのパトリックが 39C のロードバイクなんだよのまさにだもんね。そう、あれは僕ちょっと早いの1台どれって言われたらあれ欲しいです。ちょっとダンカンさん長期休暇中なんで次回のお楽しみにしてもらってぜひマロッキオディスク紹介したいと思います。俺も紹介したいよ。以上です。以上ですね。ありがとうございます。急にありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。